今回はいよいよナイル川クルーズ編です。やっと出港だね。で、到着するのはどこだっけ？ルクソール。てかさ、泊まってる船どれも似たような見た目じゃない？まあその辺は後で説明するからまだ触れちゃダメ。じゃあ余計なこと言っちゃう前にさっさと始めましょう。おうよ。それではレッツゴー。早速クルーズ船にチェックイン。今回乗るのはこのグランドローズ号ではなく、その奥に止まっているコンチェルト号です。どの船もだいたい同じぐらいの大きさなので、これが全然見えません。ナイル川クルーズでは船が何隻も横並びで止まっていて、自分たちの船に行くには手前の船を通り抜けて進んでいきます。岸から5隻目なら4隻通り抜ける感じ。今回のコンチェルト号は2隻目なので、グランドローズ号を通り抜けて向かいます。他の船の様子も見られるのでちょっと楽しいような、でもつい比べちゃうような。確かにこうして船の縁を歩いて移動する場面もあって、なかなかスリルがありました。そしてようやく船内へ。この日は予約でいっぱいだったそうで、ロビーはかなりの混雑ぶり。まずは船内でランチをいただいて、その後お部屋へ向かいます。食事の様子は後ほどまとめてご紹介します。今回乗船したのはコンチェルト号。早速ルームツアーです。添乗員さんからは豪華客船というより動くビジネスホテルと思ってくださいと言われていたんですが、いや十分いい。広いかどうかは人によりますかね。洗面スペースも綺麗だし、バスタブ付きです。これは普通に快適に過ごせそうです。お隣の船ビューとはいえ、同じツアーの方々からは電気がつかない、シャワーがお湯にならない、コンセントが使えないなど、いろいろなお話が聞こえてきました。どうやらこうしたトラブルは日常茶飯事のようです。しかもこの時は満室だったため、部屋の変更もできず、皆さんそれぞれのサバイバル力が試されていました。I make discount.そしてコンチェルト号は全長およそ72メートル、全幅は約14.2メートルの5デッキ構成。1デッキがレストラン、2から4デッキが客室、そして最上階の5デッキは3デッキになっていました。そしたらもう一個先に10台目いるっぽいんでね。すげえな。2デッキはロビー階で、3デッキにはバーラウンジもあります。ラウンジは客席も多めでかなり充実している様子。お酒の心配もいらないし、もう船で安心して生活できます。
船内でランチを済ませてから部屋でのんびり。でもこれ完全に昼寝の流れですよね。僕らももちろん爆睡しました。16時に出航とのことだったので、15時に目覚ましで起きたところ、なんとすでに出航してました。14時半頃に出たそうで、もう出るなら出るって言ってよって言いつつ、寝てるとこ起こされたらそれはそれで腹立つよねってヤスと話してました。まあ結局ただの勝手なわがままです。3デッキでティータイムです。コーヒーと紅茶を選べて、船の上で優雅にお茶をいただきます。ナイル川を眺めながらのティータイムとはなかなかの贅沢。ついさっきまで昼寝していた寝起き顔には、見えません。クルーズ船を降りて歩いて向かったのはコムオンボ神殿。夕焼けが綺麗な時間帯で神殿の石も柔らかく染まって見えました。この神殿はワニの神ソベクとハヤブサの神ホルスに捧げられた少し珍しい二重神殿。左右対称のような作りになっていて、一つの神殿の中に2つの信仰が並ぶように収められています。ナイル川クルーズの途中で立ち寄る場所としても人気が高く、川沿いに立つその姿も印象的。夕暮れの景色と一緒に見るとまた少し特別に感じられました。その後はワニのミイラも見学。神聖な存在だったとはいえ、こうして並んでいるとなかなかの迫力。正直思ってた以上にワニでした。船内での食事は朝食3回、昼食2回、夕食3回。こうして見るとなかなかの食事回数です。スタイルは基本毎回ビュッフェ。多少の違いはあるものの雰囲気は大体同じなので、ここでまとめてご紹介していきます。船の上では大体景色を眺めているか、ご飯を食べているか、あと寝てるかのどれかです。旅行中ずっと気になっていたひょうたんみたいな形のフルーツ。何かわからなかったんですが、せっかくなのでチャレンジ。後から調べたらどうやら白グアバのようです。ドリアンのようなねっとりした南国系の食感でした。僕らには味見程度がちょうど良さそうで、家族で譲り合い精神を発揮していました。そういうことです。そして待ちに待った和食。卵焼きやごま和え、味噌汁など日本食の定番が並びますが、どれも味がしない。これはもう薄味ヘルシーに仕上げてくれたシェフの気遣いということにしておきます。そして次の日の朝も和食が出たのですが、前日に比べると味もしっかりめで美味しくなってました。味付けが変わったのか、僕の舌がリセットされただけなのか、どちらにせよしっ
かり楽しみました。この日の船内ではヌビアンショーも開催されました。アスワン周辺に根付くヌビア文化の音楽や踊りを楽しめるイベントです。ユウと僕は眠る気満々だったので、ここからは見てきた妹にもらった映像でお届けします。ちなみに船内では毎晩何かしら催しがあり、2日目はガラベイヤパーティー。ガラベイヤというエジプトらしいゆったりした衣装を楽しむイベントで、後日写真を見せてもらったら、女性は華やかな衣装で、男性はまるで石油王のようでした。ちょっとやらせたかった。そして3日目はベリーダンスや男性がスカート状の衣装でくるくる回るタヌーラダンスショーもありました。タヌーラダンスの見事さに驚きつつ、ベリーダンスの誘いはみんな全力で目線をそらし回避するという、柳に風が吹き荒れたような夜でした。ホルス神殿。まだ暗いうちに向かったのはエドフにあるホルス神殿。ライトアップされた神殿が浮かび上がっていて、朝早い時間ならではの特別な空気に包まれていました。肌寒い中並んだ甲斐があったってもんです。前日に訪れたコムオモ神殿が2つの神に捧げられた少し珍しい二重神殿だったのに対して、こちらははやぶさの神ホルスを祀るより王道の大規模神殿。保存状態もとてもよく、古代エジプト神殿らしい迫力をしっかりと感じられます。特に印象的なのは、まず目に入る巨大な門。神殿全体のスケール感も大きく、内部に進むほどしっかり作り込まれた空間が続いています。コムオンボ神殿がナイル川沿いの夕景と一緒に楽しめる神殿だとしたら、ホルス神殿はより堂々とした存在感そのものを味わう場所。朝の静けさの中で見ると、その大きさや荘厳さをより強く感じられました。狛犬みたいにホルス像がね、いらっしゃる。そしてツアーの方から船長室に入れてもらえるよと聞いて、僕らも向かいました。あ、クルーの皆さんが喜んで中に入れてくれて、まずは早速記念撮影。船長さんもサービス精神旺盛です。とはいえなんか船長さんと覚えないでたち。お茶まで出していただいて、船の中意外とお茶する機会があります。ずいぶん歓迎されてサービスいいなーって思っていたんですが、やっぱり最後はチップ制でしたね。
ちなみに航行中はフットワーク軽めな売店が何店舗も向こうからやってきます。しかも水面に近い1階の客室だとタイミングによっては部屋のすぐ横まで来ることも。屋上やサンデッキでもお買い物はできるんですが、こちらはなかなかキャッチボール力が必要です。僕がやると多分ドッジボールかデッドボールになるので断念しました。ちなみに商品のほとんどがエジプトらしいデザインのスカーフだったそうです。ナイル川クルーズにおける一大イベントです。エスナ水門。ナイル川の水位差を調整しながら船を通すための水門で、門の中で水位が変わるのを待ちます。止まっている船がどれも似たような大きさだったのは、この門を通れるサイズに合わせているかららしく、みんな同じように見えるのにもちゃんと理由がありました。僕らが乗っていたコンチェルト号は全長72メートル。現在のエスナ水門は長さが221メートルあるので、船が2隻並んで入っていました。僕らの船は下りのルートで、この時は反対側から来る上りの船をあまり見かけませんでしたが、水門は順番に通していく仕組みなので、タイミングによっては一方向の船ばかり並んでいるように見えることもあるようです。ちなみに下りだと船に3泊、上りだと4泊するのが一般的だそうで、遠路はるばる日本からとなると、なかなか4泊ってのは厳しいですよね。先頭での撮影を終えて後ろの方へ向かうと、なんだかサッカーママみたいな人が座っているなと思ったら、なんとうちのユウでした。そしてエスナ水門を抜けると、ついにルクソールに到着。王家の谷ではツタンカーメンの墓にも入り、幻想的なルクソール神殿、そして巨大すぎるカルナック神殿へ。エジプト旅もいよいよ最後の本丸です。古代エジプトを代表する見どころがここから続きます。そして旅のラストは、あの黄金のマスクにも出会えるカイロの博物館へ。エジプト旅のハイライトともいえるルクソール編。続きもぜひご覧ください。